ゆっくりレ夢ムです。マリサだぜ。マリサ、動画の撮影しなくていいの？オーディマピゲの150周年記念サイトが面白すぎて、ついつい見てしまうから動画の作成が進まないんだ。そんなに面白いの？時計好きには遊園地みたいなサイトだぞ。それはすごいわね。ロイヤルオークの誕生秘話やクイズや占いまで豊富だぜ。幅広いコンテンツがあるのね。コンテンツの数だけでなく内容も充実しているから、引き込まれて時間だけが過ぎてしまうぜ。無料なんでしょ？もちろんホームページから無料で見れるぜ。さすが雲上ブランドの150周年企画はすごいのね。150周年記念モデルの発表が楽しみだったんだけど、ホームページの散策が楽しいとは思ってなかったぜ。私みたいにオーディマピゲに詳しくなくても楽しめるかしら？楽しめると思うぞ。動画や画像も多いから視聴するだけでも楽しいぜ。それは助かるわね。レ夢ムは記事を読むのが苦手だからな。苦手なんじゃないわよ。読んでいると、いつの間にか寝ちゃってるだけよ。すごくもったいないと思うぞ。でも、無料だし、ちょっと気になるから紹介してよ。わかったぜ。まだ全部のコンテンツを閲覧できていないけど、面白いと思ったページを紹介していくぜ。ちなみにテレビのページは何かしら？時計に関するクイズのページだぜ。面白そうじゃない。勉強になる問題もあるので興味がある人はチャレンジだぜ。ちなみに、私は全問正解時間の達人だぜ。何度もチャレンジしたんじゃないの？この番組は、時計の小話の提供でお送りいたします。腕時計が好きな人や、動画が面白いと思ってくれた人は、チャンネル登録してもらえると、動画作成の励みになるぜ。動画の感想などコメントに残してもらえると嬉しいです。ゆっくりしていってね。最初のページは天文台からスタートするぜ。オープニングから凝った作りなのね。プラスにカーソルを当てるとコンテンツの説明が見れるぞ。最初のページだけでもコンテンツがたくさんあるわね。作り込みが半端ないよな。まだ公開されていないページもあるのね。そうなんだ。楽しみが尽きないな。あなたの星座ってなーに？占いだぜ。生年月日を入力すると時計の部品がイメージされるぞ。面白そうね。私は、ヒゲゼンマイだったぜ。大当たりかな？きっと良いことしか書いてないのよ。次はメカニズムの神秘のページだぜ。うさぎさんがいるわよ。天文台にも動物がいたぞ。ほんと？気づかなかった人は探してみてほしいぜ。私も後で見てみるわ。ムーブメントに関するコンテンツがいっぱいあるぞ。ゲームもあるの？うさぎさんのゲームだぜ。それは私もやってみたいわね。ネタバレになるから詳しく紹介しないけど、心地よい音色の動画はぜひ視聴してほしいな。名前からして期待感が持てちゃうわね。精密な複雑機構のクイズはなかなか難しいと思うぞ。何回もチャレンジしたのね。内緒だぜ。次はデザインの宝庫だ。雰囲気が変わったわね。新作も見れるんだけど、まだまだ未公開が多いな。増えていくのが楽しみね。公開されているコンテンツだけでも面白いぜ。おすすめは？レ夢ムにはパズルがおすすめだけど、時計好きなら、あなたのスタイルをデザインするで、自分の好みのスタイルを探してみるのが楽しいと思うぞ。自分でも気づいていない好みが見つかるかもしれないわね。新たな発見があったら収穫だな。まだあるの？次は、時を巡るギャラリーだ。本当にコンテンツが多いのね。読み物が充実してるんだけど、レ夢ムみたいな人のために、動画やクイズもちゃんとあるぜ。失礼ね。私だって本ぐらい読むわよ。関連コンテンツまで全てに目を通そうと思ったら、何時間もかかると思うぞ。私は動画の視聴を楽しもうかしら。アイコンの誕生は、絶対に読んでほしいと思うけどな。眠れない時に読むわ。最後は、AP ファミリーだ。AP ファミリーって、素敵な響きね。自己紹介動画がランダムで表示されるんだけど、たくさんの人が携わっているのがわかるな。まだ公開されていないコンテンツも多いしね。まだ全部のコンテンツを閲覧できていないけど、時間がある時に全部目を通したいと思ってるぞ。本当に、このボリューム感はすごいわね。予算をいくらかけたのか想像もつかないな。雲上ブランドの本気を味わった気分ね。本当だな。ここまでで一番良かったコンテンツは何だったのかしら？アーカイブの読み応えが嬉しいな。そうなのね。特に、アイコンの誕生はロイヤルオークの誕生秘話だ。ロイヤルオークってすごいんでしょ？みんなが憧れる腕時計だぜ。マリサも欲しいの？欲しいけど、簡単には買えないぞ。ロレックスのコスモグラフデイトナみたいな感じかしら？ちょっと違うな。どう違うの？コスモグラフデイトナに関しては、ロレマラして運が良ければ、1本目で購入できる可能性もあると思うけど、ロイヤルオークに関しては、紹介もなしに店舗に訪れて、1本目で購入できる可能性は限りなく低いらしいぞ。そんなに大変なの？
人気モデルは、何本か他のモデルを購入してからじゃないと、なかなか提案してくれないらしいな。高級時計を何本も購入するのは大変よね。そうやって信頼度を上げていく必要があるのと、ターゲット層も富裕層なんだと思うぞ。運上ブランドは違うわね。生産数もロレックスみたく多くないからな。富裕層にターゲットを絞っても大丈夫なのね。余裕で大丈夫じゃないか。誰かに紹介してもらえばよいのかしら？そう簡単な話じゃないみたいだ。紹介してくれる人を探すのが大変だから？もちろんそうなんだけど、転売行為にもすごく厳しいらしいんだ。バレたらもう買えなくなっちゃう？もちろん転売した本人は購入できなくなるけど、紹介だった場合は紹介者も購入できなくなる。リスクがあると、どこかで読んだ記憶があるな。それは厳しいわね。よほど信頼している人にしか紹介できないわね。保証人みたいな感じになるから難しいよな。人の保証人にだけはなるなって、言われてるもんね。だから希望モデルを提案されるぐらい、信頼関係を築く必要があるんだ。そのためには、複数本購入する必要があるかもしれないのね。現実的にはそうなるんじゃないかな？そんなに魅力的な時計なの？アイコンの誕生のストーリーを読んだら、憧れる気持ちが大きくなったぜ。私も読んでみようかしら。すごいボリュームがあるのに、無料で読めるのは贅沢だぞ。そうよね。ホームページで見る時計はどれも素敵だよな。売るための宣伝だから、素敵に見えないとね。実機を見て、あれ？イメージと違うな。って思うこともあると思うんだけど、ロイヤルオークは実機を見た時の方が衝撃的だったな。そんなこともあるのね。運上ブランドで高級なイメージが刷り込まれてるのもあるけど、やっぱり人気になるだけの理由があると思ったぜ。そうよね。世界中の富裕層が認めている時計なら理由があるわよね。ステンレスモデルでも400万円オーバーだから、購入するハードルは高いけど、いつか購入したいと思う時計ファンは多いんじゃないかと思うぞ。マリサもいつか購入できるといいわね。値上がりもすごいから、夢に近いけど、夢は持ち続けたいな。見ていたら、素敵な時計に思えてきたわ。50年以上前に誕生したモデルなのに古さを感じないよな。あんまり変わってないのかしら？ 1970年4月当時に書かれた最初のスケッチだぜ。ほんと、今と全然変わってないじゃない。天才デザイナー、ジェラルド・ジェンタ氏が1日で書き上げたという伝説的逸話も残っているぞ。それは伝説と言っても過言じゃないわね。ジェラルド・ジェンタ氏はロイヤルオークだけじゃなく、パテック・フィリップのノーチラスや IWC のエンジニアのデザイナーでもあるんだぜ。何それ、天才なんて言葉じゃ片付けられないわよ。時計界のピカソと呼ばれたぐらいの偉人だぜ。ジェンタさんがいなければ時計の歴史は変わってたわね。それは間違いないな。日本でもセイコークレドールから販売されている、ロコモティブはジェラルド・ジェンタ氏のデザインなんだぜ。日本の時計でもデザインしてたのね。2025年5月23日発売予定だ。どことなく似ている印象があるわね。価格は税込み、187万円と少し高い気もするな。ロイヤルオークの半分もしないけどね。運上ブランドだし価格差は仕方ないと思うな。日本にもジェラルド・ジェンタさんのデザインした時計があるなんて、なんか嬉しい気持ちになるわね。誇らしい気持ちになってしまうよな。背景が派手になったけど何かしら？オーディマピゲは運上ブランドでも先進的なコラボもするんだ。そういえば以前にも、カウズのコンパニオンとのコラボモデルを紹介してたわよね。もっと以前に、オーデマピゲとマーベルがコラボした、スパイダーマンモデルが発売されたこともあったんだ。運上ブランドが漫画とコラボするなんて意外ね。運上ブランドでも型にはまらない挑戦的な姿勢が、ファンを引きつける部分もあるかもしれないな。ドラゴンボールとコラボして欲しかったわね。鳥山先生が亡くなってるから可能性は低いと思うけど、ドラゴンボールは世界的に人気があるみたいだから、コラボしてくれたら嬉しいな。今回の小話はいかがでしたか？ロレックス以外の小話もしていきますので、このチャンネルに興味を持ってくれたり、面白いと感じてくれた方がいましたら、チャンネル登録&高評価、すごく励みになるのでよろしくお願いします。動画の数も少しずつ増えてきましたので、まだ視聴していない動画がございましたら、もう一本視聴していただけましたら、すごく嬉しいです。コメントも残してくれたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。